クに行った時の様子をご紹介します。今回行ったのは実質1日半で、まずは前半です。行ったのは5月下旬でしたが、まだ朝と昼の寒暖差が大きくて、朝8時頃では上着を着ている人が多くいました。会場へは比較的人が少ない西口ゲートへ、桜島駅からバスに乗って向かいました。会場に着くと空いているはずの西口も平日にもかかわらず想像以上に人が多くて驚きました。結局入場には約40分ほどかかりました。入場するとすぐ目の前に迫る大屋根リングを見上げて、その大きさにびっくりです。最初はすごく評判がいいイタリア館を目指しました。もちろん事前予約を狙ったんですが、残念ながら外れたので並ぶつもりで行きました。でもまだ10時前なのにすでに2時間待ちの行列で諦めました。そこで予約がいらない赤い大きな休憩が特徴のシンガポール館に最初に入りました。入ってすぐに真っ白なオブジェに圧倒されます。このコーナーでは各自の夢や思いを入力します。そして最後にそれぞれの思いが表示されて、テーマ、夢、つなぐ、未来を表していました。次は7日前予約が取れた英国館に来ました。このキャラクターがパビリオンのマスコット、ピックスです。アイデアから始まるんだ。これから見せてあげるよ。待って。英国館のテーマは未来を共に築こうです。そう、学ぶことはいろいろ。やらない。今年マンチェスター、大阪の何世紀もアイデアと分かっちゃってきたよ。英国の産業革命から宇宙開発、AI までを一気に旅する体験型シアター形式です。イギリスも日本も世界のファッショントレンドを生み出しているよ。でもやがて F1 レースカーの最高の技術を。ピックスがナビゲートして分かりやすい内容でした。この通り。共に未来を作りましょう。とても迫力ある音と映像でした。次にヌルヌルに行ってみると、入場には予約が必要とのことで、ここも諦めました。今度は待ち時間の短いノルディックサークルに行きました。ここは北欧5カ国が共同で出展するパビリオンです。ここのテーマは共同創造、未来を考えるだそうです。出展各国が共通のテーマで強調し、北欧全体の魅力や価値観が表現されています。派手ではありませんが、星をかけてゆったりと過ごせる空間でした。大屋根リングにも登ってみました。大屋根リングは
部分的ですが2階建て構造になっています。世界最大級の木造建築で直径615メートル、全周2キロ、幅30メートル、高さは最大20メートルととてつもない大きさです。リング上には草花が植えられ、人工物であることを忘れそうです。夕方になって大屋根リングから見える景色は見応えがありました。アメリカ間が1時間待ちだったので列に並びました。行列に並んでいても映像を見て楽しめる工夫がされていました。1時間待ってようやく中に入れました。なんだかワクワクしながら進んで行きます。パビリオン内は複数のエリアに分かれていて、まずは前説がありました。各エリアはアメリカのさまざまな場所や活動の紹介です。最後はロケットの打ち上げシーンが見れる高い天井のエリアです。轟音とともにロケットが上昇していきます。皆さん必死になって見入っていました。最後に火星の石も見てきました。昔の万博でも月の石を見たことを思い出しました。次はコモンズカーを見に来ました。コモンズ館は単独パビリオンを持たない国々が共同で出展するエリアで A から F の6館あります。コモンズ館には万博参加国158カ国のうち実に94カ国が出展しているそうです。普段あまり聞かない国々を知ることができるとても良い場所だと感じます。万博では各パビリオンにスタンプがあり、それを集めるのも楽しいです。万博公式のスタンプ帳もありますが、手持ちのスタンプ帳で十分だと思います。スタンプはほぼ全ての国ごとにあるので全部は集められませんが、とても良い記念になります。万博本来の姿、
ってこんな感じが良いのかなと感じました。ここに来ると万博を十分に楽しめた感じがしました。今度は当日予約ができたガンダムネクストフューチャーパビリオンにやってきました。いよいよ順番になり中に入ります。ガンダム好きなのでワクワクします。コンテンツ開始を待っていましたがなかなか始まりませんでした。しばらくするとシステムトラブルが発生して本日は中止しますとアナウンスがありました。同時に皆さん落胆のどよめきが起こりました。その後仕方なく順番に出口に向かって案内されていきました。そして出口に誘導された時にお詫びの特別チケットをもらいました。これがあれば次回は予約なしに入れるそうです。でもやっぱり見たかったなと思います。こんなこともあってこの日はなんだかどっと疲れたのでこの後すぐに引き上げることにしました。良くも悪くも様々な意見のある万博ですが実際に行ってみると大きなお祭りのようでとても楽しかったです。当初は1日だけの予定でしたがもう一度来ることに決めました。今回は万博の1日目までをご紹介しました。次回はガンダムの再チャレンジの様子と他のパビリオンについてもご紹介します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。